Hi besties! ギャル日本語のキティです。みんな元気ですか？はい。ついにね、今日で2025年が終わっちゃう。2025年最後の日っていうことで、今回はね、前回のポッドキャストで予告させてもらってたんだけど、今日は、2025年日本の Z 世代に流行っていたものについてお話ししていきたいと思います。はい。で、特に今日本の Z 世代の女の子に流行っていたものを中心にお話ししていきたいと思います。なぜならキティがまさにその日本の Z 世代の女の子だからです。はいで、2025年に流行ったものについてお話ししていくんだけど、全然ね、2026年になっても流行り続けてるだろうなって思うものばっかりなので、ぜひ最後まで楽しんで聞いてくれたら嬉しいです。では早速その流行ったものについてお話ししていきたいと思います。で、まずね、キティがその流行ったものについて大きく4つジャンル分けしてみたので、その4つのジャンルそれぞれその中で流行っていたものを、なんかキティの個人的なそのセレクトしたピックアップしてお話ししていきたいと思います。で、その4つのジャンルっていうのは、1個目がポップカルチャーで、2個目がスラング、3つ目が、音楽、で、4つ目がファッションかな。大きくね、この4つのジャンルについて、それぞれそのジャンルでこんなものが流行ってたよっていうのをね、お話ししていきたいと思います。で、まず1個目は、ポップカルチャーのジャンル。このジャンルの中で一番ね、流行ってたなって思うものの1個目がミャクミャク。ミャクミャクはマジでめっちゃ流行ってたなって思ってて、で、ミャクミャクっていうのは、夏に開かれた大阪での万博の公式のキャラクターの名前のことで、でね、そのミャクミャク自体もめちゃめちゃ流行ってたんだけど、その Z 世代的に流行ったのはミャクミャクとサンリオのコラボのグッズで、もうね、そのキーホルダーとかいろんなマスコットぬいぐるみ、こんな感じのマスコットぬいぐるみとかたくさんね、ミャクミャクとサンリオのコラボの商品が出たんだけど、マジ超流行ってたの。で、どのくらい流行ってたかっていうと、キティもその夏にその万博がね、大阪で開かれてた時に大阪に行ったのね。万博に行ったわけじゃないんだけど、大阪に旅行に行ったのね。で、その時に、キティはさ、もう見たらわかると思うんだけど、マジでサンリオ好きじゃん。だから、そのグッズが欲しくって、大阪に旅行に行ったついでに、ミャクミャクと、サンリオのコラボのキーホルダーがめっちゃ欲しくて、買いに行ったのね。万博の会場だけじゃなくって、大阪駅とか何か所かで、万博の公式の、お店が開かれてて、で、そこで買えるのね。で、だからそこに行って、買おうって思ってたら、もうやばいくらいの行列ができてて、多分そのサンリオとのコラボ商品を買い求めるための列がめっちゃできてて、で、その時特にめっちゃ流行ってたのが、その、クリアキーホルダーって言って、ミャクミャクとサンリオのコラボのクリアキーホルダーがめっちゃ流行ってて、それがキティも買いたかったんだけど、可愛かったし。だけど無理だった。買えなかったってぐらい、やばいぐらい人気でした。みんなぜひね、ミャクミャクで検索してみてください。そのミャクミャク自体もしかしたらみんな、全然可愛くなくないって思うかもしれない。というのも、日本でも最初はミャクミャクが、その万博の公式キャラクターだよって発表された時、マジ、誰も可愛いって言ってなかった気がするんだけど、でもこんな感じでだんだんみんな、愛着が湧いてきたのか、可愛い可愛いってなって、で、さらにね、可愛いサンリオももう、超人気じゃん。だからコラボがやばかった。めっちゃ人気だった。で、ポップカルチャーの2つ目は、これは世界的に流行ってたなって思うんだけど、ラブブ。めっちゃ流行ってたかなって思う。パってね、なんか2025年流行ったものをね、このポッドキャストを撮る前に、たくさんこれ流行った、これ流行った、これ流行ったって頭で考えてたんだけど、その時にもパッて浮かんできたのがラブブ。
ラブブはね、世界中で人気だったよね。で、キティが見てるギャルのインフルエンサー、東京とかのギャルのインフルエンサーの子たちもみんなラブブのぬいぐるみつけてたから、そんぐらい人気なのかなって思う。から、ギャルにもめっちゃラブブ人気だった。ただ、キティ田舎に住んでるんだけど、田舎でラブブ持ってる人見たことないから、もしかしたら都会だけの流行りだったのかなとも思うかな。東京とか大阪とかね、日本で言ったら。だけど結構、こうパッて頭に浮かぶぐらいには流行ってたなってイメージあるから、二つ目はラブブをピックアップしてみました。で、三つ目、ポップカルチャーの三つ目は、シール帳。シール帳はもうマジやばくて、めっちゃ流行ってるの。今もめっちゃ流行ってるから、全然、これは2026年も流行り続けるんじゃないかなって思ってます。で、シール帳っていうのは、シール。英語で言うとステッカーかな。そのシールを集めて、そのシール帳っていう、こう、ノート状の、バインダー状のね、なんかものに貼っていくのね。ノートみたいな感じかな。見た目は。で、そこに、でもシールを貼って剥がせるようになってるような素材でできてるノートみたいな感じのものにシールポン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 ってコレクションしていく。そのもののことをね、シール帳って言うんだけど、これはね、めっちゃ流行ってるね。で、もう絶対これはまだ流行り続けると思う。で、なんで、シール帳が流行ってるかっていうと、これ後からのファッションでも、関連してくるんだけど、日本が今、めっちゃ平成、なんかリバイバルブームみたいな感じなのね。平成っていうのは、日本の言語のことで、簡単に言うとね、その時代の名前、呼び方のことです。で、西暦で言うと、1989年から2019年、このまでの間の時代のことを平成って言うんだけど、その平成の時代に流行ったものがまた今めちゃめちゃリバイバルでめっちゃ流行ってるのもう一回。そう。だからそのシール帳が今めっちゃ流行ってます。で、平成女児っていう言葉があるんだけど、今スラングかなネットミームかなってあるんだけど、女児っていうのは、幼い女の子のことなんだけど、つまり平成女児っていうのは平成時代に女の子だった、つまりキティたちみたいなことだよね。その1989年から2019年の間、子供だった女子のことをね、平成女児って言うんだけど、まさにそのキティたちが小さい時にハマってたものとか好きだったものがまた再ブレイクして今流行ってます。でね、ボンボンドロップシールっていうのがめっちゃ流行ってて、シールの種類の一種なんだけど、立体的になっててプクプクしてるシールがめっちゃ流行ってます。めっちゃね、やばいよ。これもね、さっきのミャクミャクみたいな感じで、売り切れ続出みたいな感じ。うん。はい。それが、1個目のジャンルのポップカルチャーで、流行ってたなって思うもののお話でした。で、2つ目のジャンル、スラング。スラングで一番、流行ってたなって思うのは、エホエホっていうスラングです。で、エホエホっていうこのスラングは、ネットミームみたいな感じで、元ネタは、なんかメンフクロウの赤ちゃんが走ってる写真があって、で、その写真、結構ね、その写真のメンフクロウの赤ちゃんがめっちゃ一生懸命可愛く走ってるのね。みんなこれ検索してみてほしいんだけど、多分エホエホって調べたら出てくると思う。で、そのね、画像にそのメンフクロウの赤ちゃんが一生懸命走ってるその姿に、その X で誰かがそのキャプションでエホエホってつけたのね。で、そこからそれがめっちゃ流行って、日本流の響きかな、エホエホっていうのは。で、それがめっちゃ流行って、で、それがどんどんいろんな形になっていて、最終的にはエホエホ〇〇って伝えなきゃっていう、なんか歌とかもできたぐらいめっちゃ流行ってて、ぜひね、みんな TikTok とかで
あるから聞いてみてほしいんだけど、エホエホって検索したら出てきます。これが一番2025年日本で流行ってたネットミームスラングかなって思います。キティはね、なんか街中でそのちっちゃい子が歌ってるのを聞いたことある。そんな感じ。で、3つ目の大きなジャンル。音楽。音楽はね、2025年、また日本で、アイドルがもう一回めっちゃ流行ってるなって思ってて、日本はね、ずっとアイドル文化だから地下アイドルとかね、たくさんアイドルはずっと人気なんだけど、2025年、なんか特にキティの中ですごい、可愛いっていう感じの、なんか本当にそれこそなんかその昔に流行ったような、フリフリの衣装を着てるようなめっちゃ可愛い、なんか本当日本っぽい王道のアイドルがまためっちゃ流行ってるなって思ってて、代表的なので言うと2025年めっちゃ流行ったアイドルはフルーツジッパーっていうアイドルグループと、あとキャンディーチューンっていうアイドルグループ、このたくさんいるんだけど、特にこの2つのアイドルグループはめっちゃヒット曲が何曲か出ててすごい流行ってます。で、もともとね、日本はアイドルもすごく流行ってるし、で K-POP アイドルもずっと流行ってるんだけど、またちょっと2025年はその違った K-POP アイドルはまたちょっと日本のアイドルとは違った感じでかっこよくて憧れるみたいな感じがずっと流行ってたんだけど、で今ももちろん流行ってるんだけど、なんか2025年はすごいこう日本のアイドルみたいな、すごい可愛いみたいなのが流行ってるなってイメージです。で、今キティが紹介したアイドルグループも2026年もずっとまだまだ流行ってると思います。あと男性のアイドルグループだったらミルクっていうアイドルグループがめっちゃ流行ってて、そのアイドルグループが出したいいじゃんっていう歌があるんだけど、なんかその歌のサビがなんか今日美女いいじゃんっていう歌詞があるんだけど、それがめっちゃ流行りました。それめっちゃ流行ったね。ぜひね、このミルクってアイドルグループもずっとまだまだ流行り続けると思うから、みんなぜひ聴いてみてください。じゃあ最後4つ目の大きなジャンル、ファッション。ファッションで流行ったものはずっとね、これも2024年とかからずっと流行ってるのがバレエコアっていうファッションスタイルで、もともとこれは韓国でブームだったのかな。それが多分日本に入ってきたと思うんだけど、バレリーナのような、なんかリボンとか、こう、女の子らしいような感じのガーリーなファッションがやっぱり今もずっと流行ってて、で、絶対これも2026年もまだまだ流行り続けると思うんだけど、結構だから今日本の洋服屋さんとかは結構リボンをモチーフにしたようなお洋服が結構多いし、ほんとガーリー寄りのものが結構売ってますってぐらいで、そう、バレエコアから派生してなんかエンジェルコアとかフェアリーコアとかそういうのもめっちゃ出てきてて、いずれもこうなんかこうふんわりしたふわふわしたガーリーなファッションがめっちゃ流行ってます。で、あとギャル的にね、キティギャル日本語ということで、ギャルについてお話ししたいんだけど、ギャルのファッションは多分このバレエコアみたいなガーリーなのが流行ってるのと、あと平成リバイバルブームが流行ってるのが合わさって、今姫ギャルがもう一回流行ってて、姫ギャルテイストのものがまたたくさん流行ってます。姫ギャルっていうのはお姫様みたいな感じのものを身につけてるギャルのことで、これもこうなふわふわしたフリフリした感じので、そうでね、キティがまだそのギャルの種類の動画を上げられてないから、また上げたいんだけど、これはね、たくさん話すことがあるから、またね、このギャルについての動画を上げるのもうちょっと先になりそうなんだけど、姫ギャルっていうジャンルのギャルが平成時代にいたのね。だからその姫ギャルが今もう一回流行ってきてるって感じで、で、あと森ガールっていうのも平成に流行ってて、こう森の中にいるような感じのナチュラルな感じのなんか
ちょっとこう絵本の中の世界っぽいような、そんな感じのファッションが平成に流行ってたんだけど、それもまた今リバイバルして、ネオモリガールっていうのも2025年流行ってて、これも2026年もずっとまた日本で流行り続けると思います。だから結構ね、ガーリーのファッションが好きだとか、姫ギャルが好きだっていう子はぜひね、日本のお洋服屋さん見てみてください。たくさんあると思います。そういうグッズがまだまだこれからも。はい。ってことでね、さらっとにはなったんだけど、以上、この4つのね、主に4つのジャンルに分けて、日本の、Z 世代に2025年流行っていたものについてお話ししてみました。みんな、どうでしたか？でもまだまだね、ほんと流行りそうなものがたくさんあるし、これからもずっと流行っていってそうなものがね、たくさんあるから、みんな要チェックです。はい、では最後に、キティの個人的な2025年の振り返りをお話ししたいなって思うんだけど、少しだけね。みんなにとって2025年はどんな1年になりましたか？キティにとって2025年はね、本当に色々あったなって感じ。でもたくさん、新しいことを始めて、やっぱり一言で言うなら、こう変化の1年になったかなって思います。で、たくさんその新しいことを始めたうちの一つが、この YouTube で、本当にこの YouTube を始めて、たくさんね、いろんなみんなに見てもらえるようになって、そして毎回ね、コメントくれるようなみんなにも出会うことができて、で、やっぱこの YouTube を始めて、すごく良かったなって思うのが、世界中にお友達ができたみたいな感覚になれて、毎回みんなコメントとかでみんなの国のお話とかをしてくれたりとか、どこどこからですってみんな自分の国を言ってくれたりとかして、世界中にキティの友達できたみたいな感じで、キティはみんなにマジ日本の友達ぐらいに思ってほしいんだけど、先生ってよりはね、友達だと思ってほしくって、普通に日本のギャルの友達って思ってくれたら嬉しいなって思うんだけど、そんな感じでみんなとたくさん出会えて、そしてコメント欄でお話しすることもできて、本当に楽しい時間を過ごせたなっていう、すごく新しいことを始めてよかったなって思える一年になりました。で、動画自体はね、あまりそこまでたくさん上げられてないんだけど、2026年はたくさん動画を上げていきたいなって思うので、みんなこれからもよろしくお願いします。で、みんな、2025年キティのこのチャンネルに出会ってくれて本当にありがとう。また2026年みんなにとって良い年になりますように。このポッドキャストもここまで見てくれて本当にありがとう。ではまた次のポッドキャストでお会いしましょう。またね、みんな良いお年を。